こんばんは、わこです。今日はトラベラーズファクトリーに行ってきたので、その購入品を紹介したいと思います。購入品といってもそんなにね、たくさん買ってきたわけではないんですが、一つずつ紹介していきます。まず今回買いたいものがあって、それがこのね、くまさんのレザータグです。このタグが可愛くて、お店に寄ろうってずっと思ってたんですが、今回やっと行けたので買ってきました。私はトラベラーズノート2冊も2つ持ってるんですけど、今回のレザータグは小さいクマさんをこのパスポートサイズの手帳にくっつけようかなと思って買ってきました。大きいサイズにもね、大きいクマさんをつけようかちょっと悩み中なんですが、はい、後で考えたいと思います。で、このパスポートサイズは持ち歩き用で、あんまりね使ってなかったんですけど、去年から今年から使い始めて、ここにメモパッドを入れていて、ここはもう雑記何でもメモするようにしていて、でこの赤いノートですね、このノートには行った先々のハンコを、観光地のハンコ、駅とかね、観光地のハンコを押そうと思いつつ、まだ2つしか押せていませんが、来年も持ち歩きたいと思っています。そしてこちらのレギュラーサイズなんですが、今のところこのレギュラーサイズの手帳はカフェノートになっていて、今ねちょっといろんなお気に入りのコーヒー屋さんの写真がバラバラとしているんですが、行った先々のカフェをね写真撮ってノートに貼るっていう手帳にしています。でこれはね、今度またカフェに行ったので、そのカフェノートを作る動画を上げようと思っているので、その時にまた紹介したいと思います。ここからは衝動買いなんですが、まずは小さい色鉛筆、絵心もないし絵を描くかどうかすらわからないんですけど、いろんな色があった方が可愛く手帳を彩れるかなと思って買ってみました。そしてこれ初めて買ったんですけど、パスポートサイズの蛇腹ノート、ビヨーンって伸びる感じのノートなんですが、これは何に使うかというと、私兼業をしていて、前の動画でもお話をしているんですが、年に半年間ぐらいはですね、出張に出てるんですね。で、その出張の記録をまとめようと思って、一覧になったら楽しいかなと思って、今回初めての試みで蛇腹ノートを買ってきました。それからこれは、ノートなんですが、クラフトっぽい感じのね、中身がノートで、このノートはですね、ちょっといくつか、どのノートにするかっていう感じでサンプルを買っている感じなんですが、何に使おうとしているかというのはまたおいおいお話をさせていただきます。私もともとね、ノート大好きで、小学校の頃からずっとノートをいろいろ買い集める癖があって、ノート収集癖ですよね。なので大人になってからはできるだけ買わないようにって我慢してきたんですけど、今ちょっとね目的があるので、そのために試しに買うっていう機会が増えていて、結構ね今ノートを物色しております。用途としては旅ノートを作るためのノートを探しているので、もし何かおすすめのノートがあれば教えてください。それからこれなんて読むんだっけ、トゥーアンドフロー合ってるかなこれ結構旅行グッズとして売っているブランドかな。すごい軽くて
いいなとは思ってたんですけど、ちょっとね、お高くて手を出すことはなかったんですけど、今回トラベラーズファクトリーにね、これが売っていて、可愛すぎて買ってきてしまいました。これ何かというとね、パスポートサイズ用のポーチです。こんな感じで入れると可愛いですよね。これに一目惚れをしてしまって、全然買う予定はなかったはずなんですが、買ってしまいました。このね、レギュラーサイズ用のポーチもあったんですけど、今持ってるこのレギュラーサイズに関しては、私は家に置いとくものなので、ポーチは今回はね、買いませんでした。なので、このね、パスポート用のポーチだけ今回は買ってみました。かわいいでしょ？このタグとかもね、お気に入りです。以上が今回の購入品です。このポーチ本当に軽くて、今ね、旅グッズをいろいろと集めているんですね。出張先とか、旅に行くときに 1g でも軽くしようと思って、いろいろ試行錯誤して、いろんなね、グッズを物色してるんですけど、やっぱりこのブランドのポーチ、グッズって本当に軽いなと思ってて、ちょっとね、気になる商品の一つに、ブランドの一つになってきましたね。じゃあ早速、くまさんをね、つけていきたいと思います。うまくつけれるかすごい不安な気持ちのまま、作業開始してるんですけど、まずはね、缶バッジを外していきます。あの、この缶バッジね、コーヒー屋さんの缶バッジで、大阪のオールデイコーヒーと福岡のノーコーヒーっていうコーヒー屋さんの缶バッジ。で、私、缶バッジを集めるのがブームだった時があっていくつか缶バッジ持ってるからお見せしてもいいですか？これがね、さっきのノーコーヒーの色違いです。白と黒の缶バッジを持ってます。これは関係ないんですけど、私富士山に2回登って、そのうちの1回なんか記念でもらったバッジです。それからこれは長沢コーヒーの長野だっけどこだっけ忘れちゃったけどバッジです。でこれマヌコーヒー。これも福岡の缶バッジ。福岡のコーヒー屋さんでキーホルダーも持ってます。でこれはハニーコーヒーですね。これも福岡のコーヒー屋さん。で、これはノーコーヒーの缶バッジです。これはね、後で紹介します。これ、鳩豆屋の福岡のお菓子屋さんの缶バッジです。で、これさっきの小さいのと一緒に買った缶バッジで、Be a Good Neighbor コーヒーかなっていう名前のコーヒー屋さんの缶バッジです。これはね、推し活、ライブの、推しのライブの缶バッジですね。はい。ということで直していきます。これ意外と可愛いかも。では早速、くまさんをつけていきます。ちなみにこれ、福コーヒーっていう福岡のコーヒー屋さんのシールです。ステッカーです。早送りでお送りしておりますが、このもう一つね、ついてるこれカカオなんですけど、
これはね、テオブロマっていうチョコレート屋さんでチョコレートを買った時についてたやつ。可愛いから、チャームとして使ってました。で、どうやってつけるのが正しいのかちょっとわからなくて、この紐ごと使うのか、紐を外すのかっていうので、私はここからすごい時間をかけて、あーだこーだやり始めるので、ここら辺もね、早送りしていきたいと思います。糸をね、残して使おうと思うと、こんな感じになるんですね。で、直接レザータグの穴に通してつけようとすると、こんな感じになるの。なんかおかしいよね。やっぱりこれじゃないんだなと思って、紐をね、復活させます。あ、ちなみに、そうそう、ここでの問題点、新しい問題点に気づいたんですけど、キャメルとキャメルだから、あんまりね、なんか映えないでしょ。さっきのブラウンとキャメルのタグだったら、すごい綺麗に見えるんだけど、キャメルだったんで、これちょっと違うなと思って、ここからちょっと諦めモードになります。それでね、結局、このさっきお見せした缶バッジをつけることにして、こんな感じになりました。これも可愛いですよね。一旦は諦めて動画を閉めましてバイバイしたんですが、やっぱりね、諦めがつかずお風呂の中でいろいろ考えた結果、出来上がったのがこちらです。じゃーん。クマさんをね、ぶら下げてみました。はい。満足がいったところで今日の動画はおしまいです。また来週お会いしましょう。